来ましたよ。いや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 、これは嬉しいね。来ちゃいました。あるものが来ちゃいました。何が来たと思いますか、これ。こんな箱なんですけどね、結構重いんです。あるものが届きました。ね、なんだと思いますこれ。入っていたのは何かと言いますと、じゃじゃーんこちらです。これ分かりますか、これ何か。僕もこのもの自体初めて持ちましたね。これこうやって、これはね、オルタネーターってやつですね。車に取り付けるもので、まあ一番分かりやすく言えば発電機ですね。はい、エンジンの力を利用して回転をここにある程度持ってきて、コイルが中に入っていってね、回転して発電するという発電機でございます。ほら、こんなんですよ。で、これは、オッキャン3号エクステージの、カムロードに対応する、やつでございます。でね、リビルド品っていうのかな。だからこれ中古品なんですよね。で、その中多分コイルを巻き直して高出力にしたということで、これもともとカムロードには80アンペアのオルタネーター発電機がついてるんですけども、それをですね、これは150アンペア2倍近くに、パワーアップさせるというオルタネーターでございます。これを取り付けたいと思うんですね。これなんかさ、でもオルタネーターつけるとなんか、燃費が悪くなるとかって話があるんですけど、これはね、なんか抵抗値よく分かってないんですよ。なんかの抵抗値を減らすことによってそんなに燃費を悪くせず、なおかつ発電量を増やすというですね、素晴らしいものらしいんですよ。で、取り付けること自体はこれはもう元々のやつとほぼ同じなので、形はだから、前のやつを外してこれに付け替えれば OK ということらしいんですね。楽しみだなこれ。はい。で、今ね、っていうあえぐ車屋さんとして有名な白山自動車さんに、これをつけてもらう予定なので今調整中で、近々つけたいと思います。まあ、北海道に行くまでには本当にバッチリな状態で行けるかなと思います。今からですね、白山自動車さんに、パワーオルタネーターをつけてもらうために車をお預けしに行きます。ちょっと今回はさすがに、見ているところで工事っていうわけにもいかず、結構、手間かかるらしいのでお預けする形にすることにしました。バッテリーの大きさに対して充電装置のパワーが弱いんですよ。太陽光だけが強くてですね、それ以外の走行充電も弱い、あとは外部充電も弱いんですね。で、どちらもパワーアップ北海道に行くまでにしたかったんですけども、まず外部充電の話から言うと、外部充電今ね、電量さんの狙っていた80アンペアの、CX1280 という商品、外部充電器なんですけども、こちらがずっと欠品していてですね、1回発注してもやっぱり、欠品で切られちゃったんですよ。なのでもうこちらは諦めます。私としてはどうしてもね、今ずっと電量さんとの相性がいいんで電量さん入れたいんで、それがまたメーカーさんの方でね作ってくれるまで、待とうかなと思います。で、とりあえずオルタネーターの方だけ、今回800アンペアからごめんなさい、80アンペアから150アンペアにパワーアップしてですね、走行時の充電をパワーアップしようということにしたいと思います。まあ、ひとまず北海道に行った時とか、16日間行くんですけど、あんまりね多分外部充電のあるところに車中泊しないんですよ。ってことを考えると、やはりもう移動と
移動によるその走行充電と太陽光の充電、この2つが頼りになってくるので、そういう面ではこちらをなんとかすればですね、しのげるんじゃないかなというふうに考えています。はい、やってまいりました。実はこの間白山自動車さん、ケビンとキャサリンもなんかいろいろお世話になったそうで、すいませんね、もう本当に面倒な車ばっかりが行って。よいしょと。中はこんな風に後ろを外しました。久しぶりに。これがオープン状態。広いね。ここの凍ったところは、いやどっかで取り外したやつを、ホイール巻き直してるだけやから、外観は同じやと。なるほどね、加工は必要ないはずと。ここもね、一緒なんね。了解。これがメインです。それね。でこれがサブなんですよ。だからこれ外しちゃったらもう電気シャットダウンするんやんな。そうで、丸ごとこっち側全部外してもらったらいいですよ。そうやんな。ドッグインです。いかなあかん。こっからごそっと取れる。これ前の伊豆さんのあれと一緒やな。木曜日はみそのさんとレストランハクさんとおばんざい森岡さんと福永屋さんを俺は毎週こう回してるわけ。なるほどなるほど。森岡さんもすごいもんね。そう森岡さんもすごい、みんなそれぞれいろんな味があっていろいろ美味しいですよね。じゃあ作業をお願いしていきたいと思います。さあ行こうか。今からご飯食べに行きますよ。これがちゃんぽんでございます。あんかけちゃんぽん。オルタネーターを交換して、キャンピングカー3号が帰ってきました。なんですけども、発電がパワフルになってないんですよね。全然変わってないですよ。どういうことだろう。オルタネーターを80アンペアから150アンペアにパワーアップしたんですけど、多分ね、オルタネーターからの発電量が増えてないんじゃなくて、サブバッテリーに来てないですね。628ワット今充電してます。でもこれは太陽光パネルからがほとんどで、ちょっと一回これエンジン切ってみましょうか。エンジン切ってどれぐらい変わるのか。エンジン切ります。ドン。エンジン切って361ですから200アンペアぐらい落ちたのか。200ワット。本当に元々のやつと変わんないですね。元々もこんなんですよね。ですからエンジンかけて太陽光を使って600とか、今まだ朝早いんで太陽光が今ね362、今多分400ぐらいですよ。他にも電気使ってるんで、ですからそれを考えたとしても全然変わってないんですよね。オルタネーターが発電をしてないことはないんです。少なくとも電気は来てるんで、ただ電気の容量が増えてるかどうかはわからないんですよね、現段階で。で、いずれにしてもその走行充電器コントローラーを通じてサブバッテリーに来てる電気量は変わってないということですから、オルタネーター取り付けて車屋さん、白山自動車さんは発電量かなりありますよっていう話までしてたんで、ということを考えると、オルタネーターからは発電している。どれぐらいかわかりませんけど、多分パワーアップしてる。でもどっかにボトルネック問題があって、結局サブバッテリーには電気が来てない
ってことになるわけですよね、これ。まあ一番怪しいのはレノジーの走行充電器50アンペアあるんですけど、でも50アンペアって言ったら600ワットじゃないですか。でも今全然その機能を果たしてなく、20アンペア分ぐらいか。まあそこは怪しいですね。それ以外の原因はあとネックになるところはないんですよね。いやーなんかこう、すごい喜びたかったんだけどな。悲しいな。ちょっとこれは今、また大沢さんにもヘルプを頼んで、ちょっと発電量をちょっといろんな場所で測ってもらって、電流値をね、それぞれの場所で測って、で、対処していきたいと思います。電線をつまんで、あ、これでどんだけ通っとるか分かるわけ、はい、電気。電流値が、はい、出ます。俺の指どれぐらいでいい？うん、指スコ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 。エンジンかけます。はい、かけました。で、レノジーさんが、はい、オンになったらビュッと電流値が。そうですね。こっちは一応サブバッテリーの方は全然変わってないんで、まだ行ってないですよね。うん、行ってない。あ、行った。あ、減った。14、15、18、あ、22。22アンペア。うん。22アンペア以上に今は伸びていかない。タラ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 と電流量が絞られてってるんだ。はい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 。なんで？これ。電流値を測定した結果、オルタネーターからメインバッテリー、メインバッテリーから充電器、充電器からサブバッテリー、それぞれの区間で同じ電流値20アンペアを計測。オルタネーターの発電は確認されているので、問題があるのは充電器かサブバッテリー。でもソーラーパネルからの充電は問題なくされているので、問題は走行充電器ということになります。というわけで、調査の結果ですね、まあ今のところの犯人なんですけども、レノジーの走行充電器に何かしらの原因があるようです。故障とは言いませんが、設定のミスもあり得るので、ちょっとそこを確認して、その設定確認をしてダメなら走行充電を80アンペアに変えて、ボトルネックであることを祈ってですね、ガンと変わることを期待したいと思います。金かかるなあ、おい、本当に。もんちゃはい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 、はい、ご飯食べよっか。ご飯食べよっか。